なんかすごいへこんでんな。説明書これだけか。よくわかんねえ。おはようございます。アストロタイガー改装機の細です。現在、キャンピングカーレンタル福山で貸し出ししている赤マッシュに家庭用エアコンの取り付けを行っていますが、こんなものとこんなものを買ってみました。電動のスプレーガンと充電式のエアブラシです。キャンピングカーの内装をこちらで仕上げてみたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。はい。キッチンのこちらにコンセントを増設したいと思っております。 100V の配線は設置済みです。詳細は動画下の説明欄より配線の動画をご覧ください。キッチンの横の板ですけれども、コンセントがはまるように穴を加工しておきました。それからここの端の部分はドレンホースを通すので、ドレンホースが2本分入る溝を切っておきました。でそれと合わせてこちらの奥の板もドレンが通る隙間を開けてカットしておきました。ここまでは2本ドレンホースを通すのですが、この後こんな部品を買ってきました。ドレン分岐ジョイントです。こちらの部品、ドレンを2本一緒にして1本に合わせることができます。なるほどね。はい。キャンピングカーにエアコンの取り付け途中ですが、ドレンホースを下に出したいと思っています。この場合、ドレンホースが丸見えになるので、ドレンホースを隠す板を設置予定です。ですが、開きのままだとキャンピングカーの内装に合いません。残念。キャンピングカーの赤マッシュですが、内装の板はこのような赤茶色の色をしています。開きだとかなり色が違います。そこでホームセンターで水性のニスを買ってきました。こちらがマホガニー、こちらがケヤキです。マホガニーで塗るとこんな感じ。そしてケヤキで塗るとこんな感じです。マホガニーもケヤキもどちらもキャンピングカーの内装には色が合いません。そこで2色を混ぜて塗ってみました。こんな感じです。色はかなり近くなったのですが、わかりますでしょうか？かなりハケムラがあります。このハケムラをなくすために電動のスプレーガンと充電式のエアブラシを購入しました。なんかすごいへこんでんな。よし、届きました。なんかいっぱい入ってんな。届いたのは電動のスプレーガンです。説明書これだけか。よくわかんね試しに少し水を入れてきました。こちらも水が入っています。こちらのスプレーガンは 100V のコンセントに挿して使用します。こちらにスイッチがあります。掃除機みたいな音しますね。それに結構な量を噴出されます。こ
こちらは充電式のエアブラシです。こちらにスイッチがあります。かなりスプレーの量が違います。電動スプレーガンの方は結構水だと垂れてるので、ちょっと垂れないか心配です。それに量が少ないと吸ってくれないかもしれません。こちらの電動のスプレーガン、付属品が3種類ずつついていました。こちらの穴の大きさが違うみたいなんで、ちょっと交換してみたいと思います。一番穴が小さそうなの交換します。これで違いがあるか試してみます。かなりこっちの方がスプレーする量が少なく、細かい霧が出たような気がします。ニスを混ぜて色を合わせます。だいたいこんな感じじゃないかと思います。思ったより薄いし、かなり時間がかかりそうですね、これ。電動のスプレーガンの方で試してみます。一気には塗れますが、あんまり綺麗には塗れない気がします。これは時間かかりすぎますね。再度電動スプレーガンです。ニスが出たり出なかったりしてうまく塗れません。量が少なすぎる。綺麗に塗れなかったので、乾かない間に一旦拭き取ります。再度塗り直します。まだまだ薄いのですが、どうですかね。表面が少しざらついてるかもわかんないです。もう少し表面を磨いておいた方が綺麗に塗れたかもわかりません。塗料がこのぐらい残ってるのですが、少なすぎてスプレーできません。はい。刷毛塗りだとかなり
ムラができたのでスプレーガンで塗ってみました。どうでしょう。ハケムラはないかなと思います。色合いどうでしょう。まだちょっと明るい気がしますけど、こんなもんじゃないかと思います。やったね。こちらにドレンホースを隠すための板を取り付け予定ですが、板を取り付けるために角材を切ってきます。この先にドレンホースを延長しますが、この板でドレンホースを隠す予定です。ドレンホースを取り付けていきます。接着テープを巻いておきます。結束バンド固定具です。両面テープ付きなのですが、これ剥がれるのでネジで留めておきます。結束バンドで留めておきます。もう一方にもドレンホースを取り付けます。接着テープで2本のドレンホースをまとめておきます。ドレンホースを止めていきます。はい、ドレンホースを止めて板を取り付け見えないようにしました。ホームセンターで接着テープ買ってきました。ちなみにこの接着テープで3本目です。引き続きドレンホース進めていきます。ドレンホース止めていきます。コンセントの設置完了です。インバーターのスイッチを入れてみます。問題なくつきました。次、外部電源を挿していきます。インバーターは切ります。外部電源も問題ないですね。これでも一応電気工事士の免許持ってるんで、これで完成です。はい、エアコンの室内機の周りの内装が完成しました。こちらとこちらとこちらの木は白木のままではデザインが合わないので、マホガニーと欅の水性ニスを混ぜて色を合わせて塗ってみました。ですが最初にハケで塗ったのですが、ハケで塗るとハケムラがひどくてとても内装に使えません。そこでスプレーガンを購入し、この電動スプレーガンで水性ニスを塗装しました。画像では分かりにくいかもしれませんが、
購入した水性ニスは光沢がありすぎてちょっと質感が違います。ですが色合いはかなり似た色になりましたし、スプレーガンで塗ることではけむらなく綺麗に塗ることができました。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もっと近い質感にするにはどんな塗料を使ったらいいんでしょうね。もっと綺麗に仕上げる方法があったら教えてください。